こんばんは。今日の動画では1月のスケジュール帳デコがまだできてなかったので、それとあと1月にやりたいことリストを考えようと思います。でももう1月に入って半分くらい過ぎちゃったので、後半やりたいことにしようかな。まずスケジュール帳デコから。前鎌倉に行った時に小鳥っていうお店でゲットした馬のイラストが描かれたペーパーがあって、これを切り取ってスケジュール帳デコに使おうと思ってます。今から切り取るんだけど、なぜキッチンバサミかというと、今日ね、学校に行く弟に学校でハサミと糊とシャーペンが必要だから借りていいって言われて貸したので、いつも使ってるね、紙を切る用のハサミがなくて仕方なくキッチンバサミで切ってます。ちょっと大きいから切りにくいですね。つい最近明けましておめでとうって言った記憶があるのに、もう1月が半分も過ぎてるなんて早い。皆さんは初詣行きましたか？私はね、初詣も厄払いも行ってきて、気持ち的にはね安心してます。私今まで厄払い人生で1回行ったことがあるかな。沖縄にいた時にね、神社の空気感が私好きで、すがすがしい気持ちになれるからね、しっかりね厄払い行ったから、それから結構私の周りでいいことが起き出していて、それが厄払いのおかげかわかんないけど、仕事の面でもね順調だし、プライベート旅行もね楽しめてるから。次私厄年になるのは何歳の時かな。40だったっけな。男女で厄年が違うんですよね。女厄年年齢で調べたら、私が94年生まれだから今年本厄で、来年が後厄かで、次が36、37、38歳であるのかな。今回は翻訳の年に厄払いに行ったけど、次は前役の時から行こうって決めました。馬を切り取りました。このページに貼り付ける。ちょっとキラキラっぽいページにしたくて、星のマスキングテープも持っていきました。まず日付から書こうか。1月は12日が成人の日でお休みでしたね。それ以外は高級日はなし。かわいい。こんな風に馬の尻尾から星のキラキラが出てる感じに貼りました。12、13、14日は金沢旅行に行ってたので、お仕事はしないっていう意味で、ここにはシールを貼ります。このシールに書かれてる文字、どういう意味だろうって思って調べたら、ドイツ語でシュテルネンヒメルって言って、星空とか満天の星っていう意味みたい。これも可愛かったから貼ります。1月にやりたいことリスト書きました。まず左上から読んでいくと、2025年を振り返る。去年のうちに2025年の振り返り動画を作りたかったんだけど、結局できなかったので、せめて1月中には動画の編集と投稿まで終わらせたいなって思って、一番最初に書きました。これはサブチャンネルでアップする予定です。2つ目はイラストを描く。最近あまり描けてなかったので iPad を使って描いて、それを印刷して日記に貼れるようなサイズ感で切り取って、こういうノートとかに貼っていきたいなって思います。3つ目が棚の
整理をする。去年の年末頃にもう大掃除はしたくないっていうことを決めたので、毎月少しずついろんなところを掃除しようと思って、今月は棚の整理をしようと思います。あとは掃除関係で、私が去年の11月くらいから毎週続けられてることがあって、それは水曜日にトイレ掃除をするってことなんだけど、水曜日以外にも2日に1回くらいはブラシで便器をこするっていうトイレ掃除はやってるんだけど、がっつりトイレ掃除を水曜日にするっていうのは続けられてます。それには理由があって、私の妹がめちゃくちゃ掃除好きで、どこを掃除するのにもプロ並みに綺麗にしてくれるんですよ。だからうちに来てもらった時にトイレ掃除も実際ね、どんな風にやってるのかっていうのを見せてもらって、それで衝撃を受けたのが、まず手袋をつけて、その手袋をつけた手で便器の中を掃除してたんですよ。私もう本当にそれがすごいって思って、私の今までのトイレのイメージが、一応綺麗にはしてたんだけど、そんな素手で触れるほど綺麗じゃないって思ってたから、いつもブラシを使って掃除してたんだけど、妹はそんなの気にせず、手袋つけてれば大丈夫って言って便器の中を磨いてて、めっちゃ綺麗なんですよ。ブラシだけでは届かない場所があって、ピッカピカに掃除してもらったから、私の中ではそれを維持したいって思って、そこから毎週水曜日は同じように手袋をつけて素手でトイレ磨きをしてます。実家に郵送物を送るって書きました。金沢旅行に行ってお土産をいくつかあったので、それをまとめて送ろうと思って、まだ送れてないので今月中には送る予定です。5つ目がパン作り。数ヶ月前にベーグル作りにハマって、毎日のようにベーグルを作ってたんだけど、ブームが私の中で今落ち着いてるので、また今月1回はパン作りしたいなって考えてます。ストーブでもパンが焼けるみたいで、オーブンにストーブごと入れて焼き方があるみたいなんだけど、まだちゃんと調べられてないので、ストーブを使ったパン作りにも挑戦したいです。次、6つ目が爪を休めるって書きました。最近はね、オホーラのジェルネイルをつけてるんだけど、たまには爪を休めないとなって思って、また最近オホーラでジェルネイルじゃなくてマニキュアを注文したんですよ。それを塗ると爪が強くなるみたいな感じの説明が書かれてて、強化剤だったかな、爪の強化剤。もし次このジェルネイルを剥がす時が来たら、次はジェルネイルはお休みして強化剤を塗って過ごそうと思います。7つ目が金沢旅行の Vlog をアップするって書きました。まだ編集が終わってない段階なので、今月中にはアップする予定です。最後が春の旅行計画って書きました。最近金沢に行ったばかりなんだけど、春にもまたどこか行きたいねっていう話になって、その旅行を計画しているところです。1月のノートはこんな感じになりました。じゃあまた2月のやりたいことは、できれば1月後半か遅くても2月の前半の方には書いていきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。